警部×東宝の東宝幻想エクリプスが11月にリリース。今回は20年の時を経てついに警部と東宝プロジェクトとのドリームタッグ、東宝幻想エクリプスがどんなゲームなのか紹介していこうと思うぜ。おー、待ちきれないほど楽しみすぎるので早速解説お願いします。それではまずはじめに幻想エクリプスとはどんなゲームなのかについて紹介をしよう。こちらは警部が手掛ける東宝プロジェクト二次創作ゲームだぜ。わっほーい、警部の作品とはすごい。ところで警部とはどんなゲーム会社なの？いや知らんのかい。警部は、ドドンパチシリーズや、虫姫様、血液絆地獄たち、ゴシックは魔法乙女さっさと契約しなさいなど、多数のアーケード弾幕シューティングを制作しているゲームメーカー。敵弾が画面を埋め尽くす弾幕シューティングを広く広めたのがこの警部なんだよ。なるほど、この世のシューティングゲームの代表する会社なんだ。すごい、そんなシューティングゲームの極め尽くしたゲーム会社が送る東宝の二次創作ゲームなんだ。そんなドドンパチや虫姫様など人気の弾幕系シューティングを開発してきた警部が、人気 IP でありシューティングゲームが原作となっている東宝プロジェクトのスマートフォン向けゲームを開発していることが昨年発表されたんだよ。このコラボはあまりにもドリームタッグすぎだ。実はズンさんは東宝高魔教のおまけテキストにて、昨今の師範及び同人のシューティングの出来は、あくまで静かにですが、一昔前では考えられないくらい進化したと思います。しかし、弾幕 STG に限って言うと、私にとってはどうしても納得のいかない方向に進んでいるように思えます。その大きな要因は、難易度のインフレ、弾が多いだけのもの、派手で綺麗だけど剣辛いエフェクト、弾よけを考慮に入れない斬新なシステム、あたりだと思っています。ゲームとして面白い場合も多く、それはそれでいいのですが、場合によっては弾よけは面白くない、弾があるのは STG としての当たり前。って感覚がどこかにあるように見えるのです。そう見えるのは弾よけの面白さを追求しないなら、なぜ、敵弾を排除してから STG を考え直さないのだろうと思うからです。そんなこんなで、高魔教で原点に帰り、難易度を抑えて奇抜なシステムも避けて、本来の弾よけの面白さを追求してみました。と、2002年当時リリースされていたドドンパチなどのアーケード弾幕シューティングについて語っていたんだ。そんな思いから高魔教が作られていたとは、そこから約20年、なんと東宝プロジェクト×警部の夢のタッグが実現することに。急に、20年前のあの言葉は運命だったのか。そして新作交流道で登場した EX ボスの姫虫桃代のスペルカード孤独、ケイブスボーマーは、実はこのタッグの匂わせだったのではと言われているんだ。そして、ついに11月22日に幻想エクリプスのリリースを発表。ただ、警部×東宝プロジェクト、夢のコラボゲームはゲームの向上のために少しだけ先になったんですよね。そう、もともと警部は東宝プロジェクトの許諾を受けて制作する新作ゲームのリリースを当初の予定である2022年中から延期し、2023年4月をめどに新たなリリース時期を発することを発表していたんだ。相当力を入れているのがわかるし、ダンカグみたいに東宝プロジェクト公式公認のゲームなんだ。そうそう、新たな二次創作アプリゲームとしてかなり期待の作品なんだよ。というか、同人ゲームが逆に大手ゲーム会社に頼んで作るってすごいよな。東宝プロジェクトという作品がどれだけすごい作品なのかがよくわかりますよ。全体的なシナリオとグラフィックリソース等については開発が順調に進捗しているんだが、制作チームの中で、より細部に至るまで新たなアイディアとクリエイティブな試みようと2023年に延期を選んだようだ。リリース予定当時、東宝アルカディアレコードと少し被るところもありましたしね。今回の告知とともに、開発中のスクリーンショットも公開されているんだが、キャラデザインが警部らしいものとなっているな。現時点でゲームの詳細は発表されていないんだが、縦型の原作とは異なり横スクロールシューティングとなっていて、スクリーンショットには主要キャラクターである白霊霊夢がスペルカードを使って戦う姿が描かれているな。どうやら今まで作ってきたシューティングゲームの極意を全て注ぎ込んだ完全新作のゲームらしく、警部の本気で作る作品なようだ。あわわわ、こんなの期待の欲しすぎてやばい。それでは次の章では幻想エクリプスの詳しいゲーム内容を紹介していくぜ。この東宝幻想エクリプスは育成型シューティングゲーム。なかなか興味深いコンセプトですね。物語としては舞台は忘れ去られた者たちが集う幻想郷で発生した大異変に立ち向かい、その解決を目指す彼女たちを中心に物語が大きく動き始めるというもの。異変解決パートでは実キャラクターすべてに専用の物語を用意されていて、なんとフルボイスで語られるそうだ。うわぁ、かなこ様ボイス気になりすぎてやばい。フルボイスはロスワとの最大の差別化のためだろうな。ロスワはイベントなどの会話はボイスなしなので、弾幕神楽もこの手法を使っていましたよね。キャラクターたちによって進められる会話パートや、シューティング中の掛け合いなどが発生するシステムを採用していて、ゲームの体験がよりドラマチックなものになっているようだな。東宝プロジェクトは弾幕の美しさと攻略の楽しさが魅力を売りにしているんだが、
同じくシューティングゲームを数多く手掛けた警部のノウハウを融合した弾幕も体験できるんだぜ。今作では、シューティングゲームとして遊び応えのあるステージを用意してくれているようだぜ。でも私シューティングは苦手なので厳しいかも。いや東方原作解説してるのに、そこは数々のシューティングゲームを扱っている警部さん。シューティングゲームが初めて、または得意ではない方にでも、簡単にプレイできるシステムになっているんだ。プレイを通して東方プロジェクトの魅力に触れられるそうだ。おお、シューティングゲーム初心者さんも触れやすいのは素晴らしい。またキャラクター育成の自由度は高く、シューティングプレイでの基本性能や、ステージに合わせたパラメータを装備によって変化させ、プレイヤーだけのキャラクターに強化することが可能。また、キャラクターを複数体編成し、より難易度の高いコンテンツのクリアを行い、貴重なアイテムでさらにキャラクターの育成を目指せる奥深さがあるそうだ。モンスターハンターみたいにどんどん強くすることができるっていいですね。ロスワでいう絵札みたいなものがあったりと、やりごたえは抜群だと思うぜ。一体育成ややり込み要素の詳細はどんなものか楽しみだな。続いて現在登場が確定しているキャラクターを紹介しよう。一体どんなキャラクターが参戦するのか楽しみ。まずはじめにもちろんこのお方、白霊霊夢だぜ。デザインが神がかってる。そうなんだよ。まず白霊霊夢について軽く解説しよう。霊夢は幻想郷と外の世界の境目に位置する白霊神社の巫女。歴代の巫女の中でも天性の才能を持ち、結界の管理、妖怪退治、異変の解決を生業としているぜ。武器としてはオプションの引用玉、お払い棒を使っていて、意外にもフットワークが軽く打撃や蹴りや技という接近戦も強いですよ。喜怒哀楽が激しい少女で可愛らしいんだけど、人に対してだったり雑魚が雪がってんじゃないわよ、というヒロインにして主人公らしからぬ発言を言うのが特徴。それがいいんです。まだまだ子供だしね。そんな霊夢なんだけど、なんと東方幻想エクリプスの霊夢はめちゃくちゃ色っぽい。警部さんありがとうございます。かなり身長が高く、推定年齢 16.7 歳ぐらいの霊夢でかなり珍しい。確かに背が高い霊夢ですね。これはストーリーに関わるため、あえて大きい霊夢にしているのかもしれないですよ。それなら非常に面白いな。デザインとしては完璧。文句のつけようがない程度だよ。ポイントとしてはまずみこそで。そっと引用玉のデザインが描かれているのがエモすぎるんですよね。そうそう、左が白で右が黒になっているのがかっこよすぎる。今までに数々の二次創作霊夢を見てきたけど、これは新しい。そしてポイント二つ目はおへそだよ。おへそ見ながら飯食えて。そうそう、黒帯をつけてアクセントにしているのめちゃくちゃいい。ゲーミング感がありますよ。おへそソムリエのマリサさんから見ておへそは何点でしょうか？ 10 点満点中。100億万点ボイスはファイルーズアイさん。ほめちゃくちゃ有名な声優さんやん。そう、2018年からの早く経験を経てダンベル何キロ持てる？にて主人公の桜響役にて主演デビューして、数々の人気アニメの声優をしているぜ。東方弾幕神楽では、チルノの CV も担当していましたよね。声優さんも抜け目ないとは素晴らしい。それでは2人目はチルノ。おしゃれチルノだ。チルノはおてんばで熱い性格の氷の妖精。東方プロジェクトではネタキャラなので可愛くなりがちなんだけれども、幻想エクリプスのチルノはおしゃれなんだよ。やっぱりマフラーをつけているのがいいですね。あれ実は冬の妖怪レティの形見らしい。いや何があったんだよ。冗談はさておき、髪には氷の花のヘアピンなんかもつけていてとてもおしゃれチルノ。このゲームでは一体どんな活躍を見せるのか楽しみだな。ボイス担当は間宮くるみさん。昔お世話になったウータンの声優さんやん。確かにね。続いて判明したキャラクターはコンパクヨウム。おいおいなんだこのイケメンミョンちゃん。数千年鍛えてきましたみたいなバリバリの強キャラ感あるヨウムだよな。まずコンパクヨウムは冥界の白翼楼に住む半人半霊。東方原作設定ではゆゆ子に仕えており、彼女の警護をするとともに剣術指南役。また、とても広いとされる白翼楼の庭師でもあります。なぎなたの老漢剣と担当の白老剣を操る二刀流剣士。しかし真面目な性格なんだが剣の技術を含めて未熟な面も多く、半人前なところがあるな。東方公式漫画作品の東方暴月賞では人間組に振り回されるシーンも確認できます。そんなかっこよくて可愛らしいヨウムなんだけど、幻想エクリプスでのデザインとしてはかっこよさに全振りしたみたいなヨウム。ポンコツさを捨てた姿。刀を抜いたところから斬撃のようなエフェクトが素晴らしいよな。絵師さんが巧みすぎて、さらにすごいのがベストではないこと。コンパクヨウムといえば緑のベストだけど、振り袖みたいになってんのすごいわ。またポイントとしては片足だけ絶対領域になっていること。フットワークの軽さをどこか感じさせますよね。この幻想エクリプスでもロスは見たく、序盤の最強キャラになりそうでたまらないぜ。それでは次に紹介するのは川城ニトリ。なんだこのイケメンニトリ。お値段以上の姿だ。いやどんなフォルムなんだよ。川城ニトリはカッパの妖怪でメカニックが得意。メカニック感を出しつつかっこよさを出しているな。あとマジでこのニトリがいいところが、黒のタンクトップなんだよ。警部さんよくわかってらっしゃる。ニトリといえばメカニックなこともあり、動きやすいタンクトップ姿が似合うんだけど、しっかりそれを採用して
送るところ素晴らしいぜ。あと二次創作のニトリってなぜか可愛くなりがちなんだけど、警部ニトリはかなりかっこいい感じのニトリでいいんだよ。ニトリは二次創作ゲームでは物売りぐらいで終わりがちだけど、このニトリは全然最前線で戦ってくれそうですよね。ニトリ好きの方は嬉しいデザインだな。ボイス担当は長縄マリアさん。小林さんちのメイドラゴンのカンナカムイちゃんとかを担当している方ですよね。ニトリは元気いっぱいなキャラクターだから一体どんなボイスなのか気になるぜ。そして次に公開されたのが村瀬みなみつだぜ。美しい。なんと若干マイナーキャラなみなみつも参戦も早い段階で決まったんだ。みなみつっていう人珍しい。まず村瀬は精錬戦4面ボスを担当していて、船幽霊の一種である村瀬という妖怪。白蓮を慕う妖怪の一人、1000年前に精錬戦ごと地底へ封印されていたが、地霊殿の異変の際に地底から解放され、仲間たちと協力して白蓮の封印を解いたんだ。現在は妙蓮寺で暮らしています。そういえば主要層だっけ？東方水長下では掃除していたシーンはありますが、東方地霊記伝では主要シーンが多い中で村瀬船長の姿がなかったから不明です。そんな村瀬船長は精錬戦がなくなってからも強力異軍では船に乗って活躍していたぜ。幻想エクリプスの村瀬船長はなんとも美しい。水に滴るいい女とはこのことだな。水に滴るいい女ならここにもおるで。なんと脇がついたセーラー服になっているんだ。脇巫女ならぬ脇セーラーだと。あまりにもでかすぎる怒りを軽々と持ち上げていて、パワーファイターになる可能性がありそうだな。村瀬船長も楽しみなキャラクターですよ。ボイス担当は田村睦美さん。小林さんちのメイドラゴンの小林さんや、バトルスピリッツ少年突破馬神の主人公馬神を担当したことがありますよ。馬神夏すぎてやばい。村瀬船長は綺麗なキャラクターだし、話上手なのでボイスもとても気になるね。そして今回ラストに紹介するのは茨城河川だぜ。しっかりと大人の男性も囲いに来ていますね。茨城河川は公式漫画、東方茨河川の主人公だぜ。神秘録、憑依花では時期を担当していますよ。妖怪の山に屋敷を構えて暮らしている自称仙人。包帯に包まれた右腕には実体がなく、その右腕を探して行動している時にレイムやマリサと出会い、一緒に共に時間を過ごすことに、かなり説教臭くて、実は甘党。しかもピンク髪に反公式的に胸も豊かということで、インランピンクとして紳士から親しまれているんだ。とてもいい称号だと思います。詳しくはレイムさんのエッナ東方キャラランキングを見てみるといいぜ。概要欄に貼っておきましょう。そんな男性ファンも多い河川なんだが、幻想エクリプスでもしっかり脳札を決め込んでいるな。肩出しプラス脇とは見事なり。いやエクリプスさん脇好きすぎでしょ。ただし河川を象徴する胸が控えめなのは惜しいね。河川、脇に全振りした姿。デザインとしては前掛けがチャイナドレス風になっていて、下にドレスを履くというこれまた巧みすぎるデザイン。このデザインは天才的すぎだ。振袖はどうやってつけているのかよくわからないものなんだけど、半透明で脇部分と繋がっていないのでとてもセクシー。幻想エクリプスは全体的に見てかっこいいし、美しいって感じですね。ボイス担当は南條吉野さん。ラブライブの綾瀬絵里などを担当している方ですね。それにしても声優さんもめちゃくちゃ凝っていてすごい。ほんと、楽しみすぎるよな。またやはり絵師さんがすごすぎる。そういえば、絵師さんは誰？イラスト担当は調べるとウーザンさんだったぜ。おおそうかそうか、ウーザンさんなんだ。イラストメイキングとか YouTube でも人気のイラスト師さんだから知っている人も多いだろう。東方プロジェクトを中心に書いていて、第23回電撃大賞入選作品電撃イラスト大賞部門銀賞受賞作をもらったすごい人だ。そんなすごい人を採用させたとは、エクリプスさん相当力が入ってますね。またストーリーやキャラ雰囲気の完成度もかなり高いと思うぜ。私がすごいと思ったのはレイムの説明文。読んでみると、幻想郷の端にある白霊神社の巫女さん、空を飛ぶ程度の能力を持つ、前例のない危険な異変を解決するため、持ち前の天運と握力を武器に割と本気で戦う。人間と幻想郷に迷惑をかける者は、たとえ神様だろうが妖怪だろうが容赦しない、というもので、ポイントとしてはここ。割と本気で戦うってところね。そう、東方原作はおしゃれに車に構えた説明文や設定をつけることが多くあり、こういう原作の細かな癖もちゃんと入れているんだ。となると、下手な二次創作感が出ずに原作が好きな人も楽しめそうですよ。そう、なのでかなり楽しみな作品なんだ。またキャラ紹介の時にあることに気がつかないか？いやそうですよね。完全にマリサさんが忘れているだけだと思いました。いや違うから。そう、東方プロジェクトのもう一人の主人公であるキリサナマリサがまだ姿を見せていない。これはどういうことなんだ？レイムと一緒に出さないなんて、あまりにも異例中の異例だよな。もしかしたらこれはストーリーにも大きく関わっているのかもね。となると、敵はマリサ？なんかが想像できて楽しみだな。やばい、待ちきれないって。東方幻想エクリプスのリリースは11月22日とあともう少しだからみんなも楽しみにしておこうぜ。それでは今回の授業はここまでだ。視聴者さんが登場してほしいキャラがいたら教えてくださいね。またロスワももうすぐ 3.5 周年なので、今のうちに決勝を貯めたいって方はこちらも見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録